こんにちは。ロック204チャンネルです。このチャンネルでは IT 初心者のための動画を配信しています。今回のタイトルはマイクロビットのデジタル入出力と題しをお送りします。マイクロビットには接続ポートに外部から与えられた電圧をプログラムで読み取ったり、これらの端子に電圧を出力することができます。これらの入出力端子のことを汎用入出力端子と言います。代表的な端子としてポート0から2があります。マイクロビットに接続されるデジタルとアナログ電圧について解説します。デジタル電圧は高い時が 3V、低い時が 0V の電圧を入出力できます。高い時 3V がかかっている時を1あるいはハイ、H と表現します。低い時 0V の時を0またはロー L と表現します。それに対してアナログでは 0V から 3V の電圧を扱うことができます。これはマイクロビットでは0から1023に対応させて処理されます。これらに入出力端子に対応したブロックをここに示します。以前アナログ電圧の読み取りについては扱いましたが、今回はデジタルで読み取る、デジタルで出力することをテーマにしていきます。デジタル出力の使用例を示します。ボタン A が押された時の中に、デジタルで出力する端子 P0 値1とすると A ボタンが押されると P0 端子より 3V が出力されます。ボタン B が押された時は値の部分を0とすると P0 端子には 0V の電圧がかかります。こちらはデジタルで読み取るブロックの使用例です。例えば P0 端子に 3V がかかっている時は、このプログラムを実行すると数の表示は1となります。また 0V が P0 端子にかかっていれば実行結果は0となってきます。このようにデジタルで見取るブロックは1あるいは0の値を読み取ります。マイクロビットで使用できる端子は、右の図のようにリングだけでなく細い端子もあります。それぞれがいろいろな役割をしています。デジタル出力端子はオプションとして左の図のように P0 から P16 までの選択肢があります。P0 から P2 までの端子はリング端子と呼ばれるものでワニ口クリップなどで挟んで使用できますが、細い端子についてはのようなエッジコネクターと言われるものを使って端子に回路を接続します。この例では E 型拡張アダプターを使用しています。今回サンプルプログラムを実行するのに使用した回路を示します。P0 端子に LED を接続します。こちらをデジタル出力として、P1 端子に 3V をスイッチを介して接続するデジタ入力の接続例として回路を作成しています。LED は通常、小さな抵抗を介してマイクロビットに接続するのですが、今回は抵抗入り LED を使用しました。ここにデジタル入出力のサンプルプログラムを示します。まず、最初だけブロックに、端子 P1 をプルダウンにするというブロックを入れています。これはスイッチの接続状態を安定させるため使用しています。このブロックは入出力カテゴリーの下にその他という項目がありますので、そこから持ってきます。次にボタン A が押された時の内容としてデジタルで出力ブロックを使用して P0 端子に出力1すなわち 3V と出力0すなわち 0V を交互に繰り返すプログラムを書いています。また点滅間隔は 100mm 秒としています。そしてデジタル入力の確認プログラムはずっとブロックに配置しています。スイッチが押されると P1 端子に 3V がかかるので、この値をデジタルで読み取るブロックで変数 BF に取得し、3V がかかっていればチェックマークを、そうでなければ×を表示するプログラムです。それではマイクロビットにプログラムをダウンロードしましたので、試してみます。まずデジタル出力 A ボタンを押します。こういう形で点滅が電圧を出力することによってできます。はい、今度は入力の方ですね。P1 の方に入力。スイッチの状態をこういうことで確認できます。今回はマイクロビットのデジタル入出力について概要を解説しました。メイクコードではデジタルで出力、デジタルで読み取るを使用すると外部に接続した LED の点滅やスイッチの状態を監視できます。
次回はこれらの使用例として反応時間の測定プログラムを解説します。ご視聴ありがとうございました。